一番最初三日月蹴ってもうめっちゃ効いたんですよ、前蹴りで入るフェイントをずっと仕掛けてミドルしたフックでスーパーレッカーこれを外して組んで膝をやってくるんで、それをちょっとリターンをもうちょいボディ混ぜたり、違うリターンを増やしていこうっていうのを2ラウンドのインターバルで言われて、この動画は土浦の街をもっと明るく飲食店チャールズさんの提供でお送りしてます。チャールズさんいつもありがとうございます。自分が無名の時からいい時も悪い時も、支えてもらって本当に感謝してます。皆さんもぜひ茨城県土浦市に行った時は、遊びに行ってみてください。お願いします。おめでとうございます。どうですか、反響は。いやもう海外がやばいです。この蹴った時の湧き具合とかどうだったんですか。すごかったですね、入場もだしゲージ入る前もだし、ゲージ登った時もだし試合中も本当最高でした。まず試合前コメントでもあったんだけど、分かる人分かるんだなと思って、もう目がやばかったなと思って。今回なんか正人さんも言ってたっす。本当。はい、目がやばい。ゾーンに入った時あんな感じなんだなとは思った。さっき言ったんですよ、会見で。ゾーンなのかな。初めての感覚でしたね、多分今思ってる。どこまで覚えてるの。ゴングが鳴るところまでからは要所要所って感じです。あスタミナも全然息も上がってなかったから、すごい消極的な試合しちゃったのかなと思ったぐらい全然覚えてなくて、空手は結構こういうの近い感覚あったんですけど、無でしたね、本当に。体が勝手に動いたって感じ。だからスーパーレッグの膝蹴りとかにも違う対策で用意してたやつがあって、それじゃなくて一回もやってないし、ひらめいてもないブロックの仕方をしてたんですよ、1回した。膝蹴りが来る前に自分の膝でブロックしてて、すげえと思っていうぐらいなんか体が勝手に動いてたんですね。だからこういうのはゾーンだっていうか、近いのかな。最初はお互いにすごい警戒してたんで、威力とか、そういう駆け引きから始まって、KJ も関係なしにガンガン詰めてたね。こっちの方がやりやすいかもしれないですね、自分は。やっぱり回られるとかあまり関係ない。関係ないですね、もうこっちの糧まで詰めてますだからなんか思ってた以上に向こうが警戒してて、全然出てこなかったから、そこがまず最初ちょっとやりづらかったですね。警戒してこないっていうのは分かってたんですけど、なんかそれが逆に不気味で、蹴りの威力自体は全然大丈夫でしたね。やっぱペッタマンとかオスマノフの方が、バンタム級でしっかりやってる選手の方が、当然よく終わったです。この時に、無意識だったと思うけど、警戒してる部分はどこだった？向こうの蹴りで終わらせないっていう、しっかり蹴り返すことと、あとは重心が浮かない、あとは胸が開かない。こう開かれるとペッタマンの時みたいに組まれた時に潰されちゃうんで、重心をしっかり低くっていうのを意識していて、やっぱ向こうもこう蹴った時に自分のリターン速いの分かってるんで、ミドル当ててそのまま前蹴りで距離取ったりとか、ミドル当てて軸足だけ引いたりとか、そういうのはすごいうまかったです。当てて軸足を引く。この足に軸足を返すから、それを向こうは蹴ってそのまま前蹴りで離したり、蹴ってそのままこう引いてかわしたり、そういうまずそういう距離感をお互い最初は1ラウンド目は探ってたんですね。1ラウンドはどうでしたか？向こうも1は多分自分にこう攻めさせて 2,3 でポイント取ってくるっていう風な感じで来るだろうと思ってたんで、別にそれに付き合う気はなくて、もう1からガンガンいっても全然スタミナ的には大丈夫だと思ってたんで、ある程度攻めたけど自分的には疲労感はなくて、いいペースでいけてるなっていう、ただ2、3からもっとギアを上げてでしっかりポイントを取っていこうっていう。だから1は
まあ見方によっては取られたかもしれないけど、まあ、自分の空間で進められたからまあ大丈夫かなっていう。その1ラウンド目で三日月が入った。一番最初三日月蹴ってもうめっちゃ聞いたんですよ、だけどもう本当に多分始まって数秒だったから、まあどうしようかなっていう、一旦いいかなっていう。ただもうスタートの時点で腹効かせられたから、まあ、スタミナ的には結構有利になったと思います、聞いちゃったらもう回復しない？いや回復しますけど、やっぱ意識がここに行くから、その分自分の方がこういろんなことを考えられるんで、一回向こうは回復に専念しなきゃいけないんで、そこでまず結構有利になったですね。そうかそうか、あと精神的にも人のことより自分のことになっちゃう、はい、なるほどね。本当にこれ今一番最初始まって、自分の前蹴りをバックステップしてローを合わせてきたんですよ、でこの避け方してくるんだと思ったから、前蹴りで入るフェイントをずっと仕掛けてて、自分の前蹴りを避けてロー蹴ってくるから、そのローを誘ってかわして返そうとか、そのローが来なかったらそのまま詰めてつなぐっていう、その2からは前蹴りのフェイントを軸に行こうと思ってたと思います、なんか覚えてます。なるほど。だから結構向こうのローキックを空振りさせられてたから、それがでかかったですね、でその要因は多分詰めてるんだけどいつでも引ける距離、前蹴りでいけるし引けるみたいな距離でいたから、向こうとしては近く感じてるから蹴るんだけど、自分はいつでも外せる距離にいるんで外せて返すみたいな。でも本当距離感がもうベストで今合ってる段階ですね。でスーパーレッグって前蹴りバックステップかこうさばいて膝で返し込むんですよ、だからこうしようとした時は前蹴りフェイントで内の足蹴ったり、YouTube に載ってる内側の三日月、蹴ったり、この前足を軸に今は2の最初は攻めてます。なるほど。ケージだから、まあ、審判とか客席から見てなんか自分がもらってるのかなって思ったんで、まあ、しっかりこう避けてるよっていう分からせようとアピールしてます。煽りじゃなくて、まずそう戦略というか、それ無意識やってるんですね。無意識見たら思い出します。これそうだったなみたいな。1秒じゃない、1秒より短いのって何ていうんですか、刹那的なやつね、のもう情報処理なんで、見たら思い出しますけど、本当瞬間的になんか判断して動いてます。そうだよね、この時点で腹以外にどっか効いてるなとは思ったりした？いや、聞いてはないですね。やっぱしっかりカーフも対策して受けてきてたから、でもこの辺からちょっと奥足が嫌がりだしたですね。でやっぱ前のフェイントがしっかりうまいから、こっちか前蹴りを軸にこうさせて、でこう浮くと詰めたらこっちは返ってきてる。今は前足かお腹をフェイントに自分がコンビネーションで詰めながら奥足を起点最後ゴールで攻めるっていう。でそれが2回ぐらい当たり出して、ちょっと嫌がりだしたんで、今度はこっちヨザキックを当てようと思って、カットしてくるんで、こっちを差し出してちょっと奥足が嫌がってきた段階です。2ラウンド中盤ぐらいが。なるほどね。ただやっぱ来てくれないんで、ちょっと難しいですね。だからもうケージにしっかり詰めて自分がしっかりプレッシャーをかけてる印象を与えながら、でこの辺からちょっと向こうの膝とか、ミドルのリターンが自分がフック一辺倒になっちゃってたんで、それをインターバルで言われて、向こうが例えばミドル来たフックでスーパーレッグがこれを外して組んで膝を入れてくるんで、それをちょっとリターンをもうちょいボディ混ぜたり、違うリターンを増やしていこうっていうのを2ラウンドのインターバルで言われて、でもちょっとスーパーレッグってハガティとかとやった時に右の肘のカウンターで倒してるんですよ。このタイミングで右合わせるのがうまくて、ボディリターンだとこう湧くからこっちのその右のリターンが怖いなっていうのを思って
ってて、うん、っていうこう駆け引きがあったですね。なるほどね。ただやっぱフック一辺倒なのも分かってるし、うん、これ結構自分も危ないなと思ってたんで、なんかどうリターンしていこうかなとか考えながら3が始まる感じです。でも明確に聞かせてもないから、もうちょっとしっかりとポイントを取り切らないといけないかなっていう、試合前の海外メディアで、自分のカーフ対策でめっちゃ前足だけ上げる動画が出たんで、絶対これこかせるわと思って、このタイミングで入りました。なるほどね。でこれもタイ人ってやっぱこういうこかされるのとか屈辱なんで精神的なダメージがあると思ったし、今まで結構序盤でこかしてる場面が多かったと思うんだけど、多分この時にこかせたのは逆に腹とか奥足が嫌がりだして意識がこういろんなところに行ってたから、こうカットしてるけどこっちの意識がちょっと雑になってたんで、それでこかせたです。なるほどね。最初はダメージもないから前足だけ集中してやってるから、1も何回か挑戦してるんですよ、こかそうって。だけどまあちょっと崩れるぐらいだったんですけど、やっぱ意識が散らばってるとやっぱこかしやすいです。なるほどね。ここでやろうと思う時人あんまりいないと思う。まあでもやろうでやってないですけどね、多分、うん入りそうかなーで。ああ、そうか。すごい感覚だね、やっぱり。入りそうかなーでやってるのか。入るなーでやってます。でこれ今、飛び込んでボディ打ったのは、そのさっき言った右のリターンがあったから、右のモーションを与えさせなくて、例えば相手がこのまま構えてて自分がボディ打ったら打てるじゃないですか、でも自分が前蹴りのフェイントを入れたから向こうはさばこうとしてパンチをしようとしてないんですよ。ディフェンスをしてるから、そのままボディが入るっていう。なるほど。その2の言われたリターンをどうしようかなで、多分自分が組み合わせてフェイントでボディで崩して蹴ったら注意されました覚えてないです。ダメなこと。まあ角度と足のポジションですね。まあ確かにこれはちょっと崩しが強かったです。審判によっては別にいいっていうし、基本でも全局面自分が向こうに反応させてる展開なんで、これはまあ結構いいですね。向こうはもう攻撃よりも何来るんだろうでずっと反応してるから、疲れたと思います、頭が。もうカーフと奥足のヨードキックがしっかり入り出してるんで、この辺で一回飛び膝、全然入ると思ってなかったですけど、印象も含めて出しとくかって出して、でこの時はちょっと足踏んじゃって、ソーリーって言ったのを覚えてます。これは自分注意されるんですけど、向こうが組んで飛び膝してきて、それは自分が払って一緒に転倒しただけなんで、これはちょっと審判に言い返して、向こうが組んでんだよって言ったのが覚えてます。蹴りも見えてるんで、タケルさんの時は結構ローを中心に来たけど、スーパーレッグってやっぱミドルなんで、自分もポイントだけ取れるミドルを今回すごいやってて、前切りのようなこう蹴るじゃなくて当てるだけでスナップで蹴るミドルをすごい練習してて、それが結構要所要所で出てて、ミドルに対してミドルでバンバンって返したりとか、やっぱミドルに対してローだけだとなんかペッタノンとかの時もそうだけどポイントを取りづらいんで、その自分の下の強い蹴りに加えてスタミナ使わないこうパンっていう蹴りを今回やってて、それが結構当たってたし、ミドルの展開でも自分は結構避けたし、自分の方が当ててたんで、1は結構向こうもうまかったんですけど、後半はやっぱミドルの展開でも自分が当ててたから、向こうはその自分の得意な展開でも自分に上回られてたから、結構心が折れたと思うんですね。もう完封だ。あとは下からの飛び膝とか、縦軌道の範囲とかだけ気をつければいいかな。なるほどね。でやっぱもう心折れてるから、倒れた後残り10秒内ぐらいあったんですけど、向こうも攻めてこなかったんで、で言ってますけど、この時はもう覚えてないし、もうなんか動けてたのも分かんないから、勝ったか分かんなくて、で正和さんたちにも絶対勝ったって言われたけども分かんなくて、もう祈って頼むって口ずさんで祈って、名前呼ばれてたんで、その嬉しいより安心して涙が出たっす
なんか感動してスーパーレイク超えてみたいな言われた時、安心しただけです。正解は安心した。怖い判定とかあるじゃないですか、よかったーって涙が出た。2位取られてたんでしょ1人。あ、そっか。だからまあ1取られてた方がまだ分かるですね。たまにあるじゃないですか、なんかアピールばっかしてるとか、なんかそういうの分かってないなと思うんですね。世界で戦うってそういうことだぞみたいな。ああ、なるほどね。強気でいかないと、内容もそうですけど、そういう細かい、本当フェイスオフとか、試合前のそういうとこから強気でいかないと、勝負から始まってるんで、しかも相手だけじゃないし、敵っていうのは、アップ見てる時にもスパイとかいたりするし、どこに敵がいるか分かんないんで、審判にもアピールするし、自分の意見も伝えるし、みたいな。だからそれがもう世界で戦うってことだと思うし、英語話せないからって、言いくるめられて終わっちゃいけないし、なんかそれが大事ですね。なるほど。わかんない。いや、お前の反則で分かりましたじゃないじゃないですか。こっちはこっちに意見もあるし、そういうのがだんだん分かってきたし、楽しいですね。試合を重ねるごとにそういう細かいところもこうアジャストしていってるってことだね。マインドセット一つで全然変わるなっていうのが分かってきてて、今回勝ったので、より自信になったし、ここからもっとさらに強くなるなと思います。いや、面白かった。いいっすね、これ。いいよね。矢沢駅解説めちゃくちゃ面白いんだよな、やっぱ言語化するとよりいいですね、自分もなんかこう、再認識できるっていうか、楽しいっすね、マジで。一人一人濃いし強いし、もう全開一緒よ。いやでもまだまだ強くなるんだなと思ったわ。でも試合前からやっぱまだ見せれてないし、やっぱこの3戦はどっちかっていうと、2人は対人でやっぱ蹴りのタイプだし、オスマノフもこう距離取って蹴りでっていう展開だったから、蹴りの主体の試合しか見せれてないですけど、マジでパンチを見せたいんですよね。もしパンチの方が得意なんで、こうゴリゴリ系のヨーロッパの選手とかともやりたいし、楽しみですね。いろんな自分のスタイルがこれからいろんな相手に対して見せられるし、ハカティとやったらもっと違う戦い方するし、楽しみです。新しい自分をどんどん見せていきたいです。動画スポンサーを募集中。お問い合わせは概要欄をチェック。